もともと社長就任時に我々はこう何者で何を目指すのかっていうのをねこう明確に、言いたかったんだけども、例えばパーパスとかスローガンとか一生懸命作っててもその間こう実態が進まないっていうのがまずいなと思ったので、就任してすぐやったのはそういう、電動化なり、AD、ADAS みたいなそういう世界とか、そのソフトウェア含めたそのデジタルをどうするんだとか、そういう実務をね動かすことをちょっと最優先して、本来我々は、何を目指すんだっていうようなものをやっぱり今一度こう明確にした方がいいっていうので、第二の総合機我々が何を目指したいのかとか、我々が提供する価値どういうものを目指すのかとかね、環境とか安全とかね、デジタルとかさソフトウェアとか、そういうのって手段なので、手段のさらにこう上流の上位概念となるものを、ぼんやりとはみんな持ってるんだけど、今一度、明確にしようかというので、今回その、グローバルブランドスローガンというのを再定義したということ。いろいろその話をした中で言うとね、これ面白いなと思ったんですけど、その我々がこう2000年代にこう作ったその「The Power of Dreams」っていうね、そのスローガンがあるんだけども、それが一番ね、まずは従業員の若手だけじゃなくてそのベテランの層も含めて一番これがね我々としてはね腹落ちするって言うんですよ。我々は夢を追っかけて、その夢をこううまく力にし、それを商品にし、最終的にはそのお客さんにそのね夢を与えてるっていうね、その新しい変な言葉を作るよりは再認識しようというので、そこは変えてないです。変えてないんだけど、取り巻く環境がねこう変わっているので再定義しようという解釈も含めて、今回新しくしましたという。自分たちの目指す夢、目指したい姿みたいなものがやっぱりないとね、それはお客様には伝わらないっていうことで、それをこう描き、それをこう形にしていくことで最終的にはそれをお客さんに伝わるという意味で言うと「How we move you」というそういう新しいちょっと言葉をパワーオブドリームスの後にこうくっつけました。自分たちの夢がお客さんに伝わる、それが最後的にお客さんの夢になるっていう。あとその提供価値として今回ねあえて日本語にしなかったんだけど、3つのキーワードをその下にさらにくっつけているというですね、創造と解放拡張っていうのはこういうキーワードが新しいこれからの価値になるということで、少しその辺は今回新しく定義してるんだけども、そういう中で我々と何をもっとさらに具体的にお客様に価値として提供するのかっていうのは従業員全員でグローバルで共有しようという、このグローバルのスローガンとして再定義したという、今期はこれでスタートするということですね。最終的にはお客様から見てやっぱりそのね、ホンダがあってやっぱり良かったなって言われる、やっぱりそういう言葉をもらえるような会社になるということが僕の社長としてのゴールかな。やっぱり自分たちだけの価値観でやっぱりダメなので、お客様からのいただける声を目指してやってきますよという感じですね。新しいことにチャレンジする姿勢なり姿みたいなものを前面に押し出しながら、それが商品とかねサービスに乗り移って何らかの価値を生み出してるみたいなね。でそれがやっぱり普通の会社とやっぱ違うなと、やっぱホンダだなっていう。今回夢っていうキーワードちょっとふわふわしてね、夢ってなんだみたいな話あるかもしれないですけど、そういう価値をね生み出す源泉っていうのはね、一人一人の頭の中に浮かぶ夢みたいなね、こんなものがあったらすごいぞとかね、こんなことができたらもうすごいことが起きるんじゃないのとかね、そういうものが出発点であり、自分の夢は何だみたいなねとこをスタート地点にして、最後それをお客さんの価値まで結びつけたいという、そんな思いです。そんな夢は叶わないから夢なんじゃ、そんなちっちゃな夢は持ってない夢はやっぱり大きい方がいい、僕はいいと思っていて、ちっちゃな夢はあるんだけど、やっぱり実現不可能なものを可能にするっていうところに、最大の価値があるので、次なる夢に向けて達成感を味わうのは、同僚と美味しいお酒を酌み交わしている時ぐらいですかね。
またそれが終わればまた次の、夢に向かって、進んでいくっていう、そんな感じで日々、社長業を務めております。はい。子供の頃の夢とかって何かありました？子供の頃、はい、電車の運転手さんになりたいとかそんなどうかな、いろいろ世代によって変わるよ。パイロットになりたいとかでもあったし。今日何日？4月の14日です。2023年。